はい、こんにちは。柴崎とトマトちゃんですよ。ねえ、トマトちゃん大きくなったでしょ？はい。いつもね、柴崎の動画を見てくれて本当にありがとう。トマトちゃん、ありがとう。ね。はい。そして、たくさんのコメントと高評価。本当に柴崎も、ね、トマトちゃんも元気出るよね。元気出ます。ということです。ね。はい。よいしょ。はい、ありがとう。またね、もしよかったら、チャンネル登録もポチッとお願いできると、トマトちゃんももっと喜びます。はい。さあ、ということで、今回はね、透明水彩を使ってね、お花の絵を描いてみたいと思います。バラです。ね。バラの花が、好きという方はね、本当に世界中にたくさんいると思います。あなたもそうでしょ？トマトちゃんもそうなんですよ。だからそのバラの花ね、柴咲流に描こうかなと思ってます。ね。さあ、では柴咲はバラを一体どんな風に描くのかね。はい。どういうポイントをね、使おうとしているのか。最後までゆっくりとお楽しみください。また描き終わったらね、お会いしましょうね。はい。ではバラを描きますよ。はい、行ってみます。さあ、それではやってみましょうね。今日は赤いバラの生物画です。ということで、早速ね、こんな風に赤い色をたっぷりと塗り始めます。まだ一つ一つの花がね、どこにあるというよりも、全体が赤いよという、そんなメッセージをこのような大きな筆使いで表現していきます。さらにこれは背景の部分ですね。でも混然とね、こう溶け合った状態で描いてますよ。さあ、今度は強い赤がね、入ってきました。ということは、この辺りに一つ一つのバラを描きたいなという柴咲の考えです。でも随分大雑把に描くでしょ？そうなんですよ。だいたいこの辺りかなっていうね、そういう考えなんですね。だから、花びらのこう一枚一枚は全然まだ意識に上ってません。はい。というか、あまりそういうものをね、描かないようにしようかなと思ってます。はい。ではそれで本当にね、バラの花になるかどうかね、ゆっくりねご覧くださいね。今度は暗い後ろのね、色を塗ってます。いわゆる背景の部分ですね。でこの暗い背景を塗りながらね、実はこうやって、バラのね花の形を描き起こすという作業に入ってますよ。さあどうかな？バラらしいものが見えてきましたか？はい。こうやって何て言うかな。ね花から細かく書き込んでいくんじゃなくて、背景からね、大切なものを、掘り出すっていうかね、作り出すっていうね、そういう作業はね、特に透明水彩においては大事な作業なんですね。はい。じゃあ床に落ちてる花もちょっとね、塗っておきましょう。この方が楽しいよね。そして今こう暗く塗ったんですけども、右側の明るくなってる部分、これがいわゆる花瓶ですよ。ね、水彩はこう暗い色を塗って明るい形を作っていくというね、これが楽しいんですね。はい。さあ、またこちらの背景もうんと暗くしていきたいと思います。もう以前もねお話ししましたけども、特にね今回のバラも明るい光が当たった存在としてね描きたいので、その明るいバラの光をね見せるために
背景をね、このくらい暗く塗ってます。ね。まあ、はい、ごめん。いや、後で遊ぶよ。ベニー君が遊んでって催促してますけどね。はい。で、どうでしょうか。少しずつバラの雰囲気に見えてきたらいいんですけども、もうね、最初に言ったように、どうしてもこの特にバラですね、バラを描く、方非常に多いと思うんですけども、この花びらのね重なり具合がね、確かにとても面白いので、そこに非常にもこだわる方がいると思いますが、柴崎はあまりそういう捉え方はしないんですね。常々柴崎を持ってるんですけれども、絵というのはやっぱり説明ではなくてですね、その雰囲気だったり、暗示だったり、そこが楽しいんだと思ってますので、今回のバラもね、花びらの一つ一つがどう重なって、これが何の種類のバラだとねいうこだわりは捨ててですね、光が当たったね、綺麗な輝くバラがねそこにあると、それだけをね、大切な目標としてね書いていってるんですけどもね。だからそのためにほら、今バラの葉っぱ緑ずいぶん暗く塗ったでしょ。はい、こうなんですね。だからもう繰り返しだけども、バラの花と花びらの構造よりも、そのバラの花の色、そしてその存在感ですね。はい。では今度はバラのつぼみ描きますね。細筆でこんなとこ描きます。透明水彩で大事なのはこの筆さばき、タッチですね。だからシュッシュッと描きます。勢いよくですね。もちろんあとは紙の白、そしてウェットインウェットですね。それらがだっと絵の中にこうバーッと見えてくるとね、良くなるんですね。バラの花びらの光ってる部分ね、ちょっと足らないとこは今ガッシュの白を使いました。どうかな。なんとなくバラっぽく見えるかなね。花びらにそんなにこだわらなくてもね、バラの存在感、光を受けて輝いてるバラの美しさ、それが見えたらいいな。さあ、あと葉っぱなどですね。そこにでも緑以外の色も必要ですよね。絵が単調にならないように少し自分の感性を広げてね、はい、緑以外の葉っぱの色もね加えます。さあ、背景にね溶け込むバラとかですね、手前にくっきりと浮かび上がってくるバラ、たくさんのバラがあるからその強弱が大事ですよね。そして今絵の具を飛ばして、やっぱり真面目な絵だけじゃなくて遊びも大事ですよね。床は光がいっぱい当たってもう輝いてますので、紙の白をたっぷり残します。そして筆さばきシュシュッと塗ったりね、にじませたり絵の具を流したり、こんな感じですよ。何を描くにしてもやっぱり水彩画としての素晴らしさをね大事にしましょう。はい、では出来上がったのでサインを入れて終わりとしたいと思います。花びらを描き込まないでバラの存在を美しく見せる。はい、その絵の出来上がりです。はい、描き上がりました。ほら、どうだった？バラに見えるかな？柴崎言ってたでしょ？あまり花びらのね、一枚一枚とかね、
花の構造とか、確かにバラはバラなりに面白いんだけどね。でもそれよりも、バラの全体の雰囲気、それを透明水彩絵の具を生かして描く。そういうね、表現方法もあるのかなということでね、今回こうしてみました。ね、楽しんでいただけたら、もう小石もとっても嬉しいです。そしてですね、毎回お話しさせていただいてるんですけども、柴崎は月に1回、アートクレヨンを使ったお教室を開いてます。場所は、このアートクレヨンをね、柴崎と一緒に開発した、ペンテルさん、その本社なんですよ。ね、お教室が。場所は東京中央区にあります。ただしね、ちょっと人数制限があるんですね。ですから、この動画のね、概要欄からちょっと覗いてみてください。また、今までのね、クレヨン教室と少し趣向を変えまして、今までの8色のセットにもう1色加えてね、事業を展開したいと思います。さあ、どんな色が加わって、どういう絵になってくるかね。あなたも参加して楽しみませんか？おいでになるときは手ぶらで結構です。こちらからクレヨンと紙、全部提供します。そして柴崎とね、8色セットクレヨンにもう1色加えてお絵かきしましょう。さあ、柴崎もね、あなたがお越しになるのを楽しみにお待ちしてます。はい。ということで、今回は柴崎は透明水彩であまり花びらにこだわらないバラを描いたというお話でしたよ。また次回ね、違うテーマ、そして違う作品であなたとお会いしたいと思っています。ね、だいぶ花粉がね、飛散したようですから、お互いにちょっと気をつけましょう。はい。ではまたすぐお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。はい。柴崎でした。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。